月はどのように誕生したのか。惑星科学において最も古典的でありながら最大の謎の一つです。何十年もの間、月の起源は巨大衝突説が最も有力と考えられてきました。この説の大きな根拠となってきたのが、アポロ計画で採取された月面の石は水や炭素などの揮発性物質が著しく欠乏しているという観測事実です。つまり、原始の地球に巨大衝突が起きた時に、高温になった岩石から揮発性の高い水や炭素が蒸発して失われてしまったと考えられてきました。しかし、近年、このシナリオと矛盾するような観測データが報告され始めています。分析装置の発展によって、再びアポロの月面資料を測定したところ、微量ながら水や炭素などの揮発性物質が発見されたのです。また、様々な月周回衛星のリモートセンシング観測から、月面には微量の水が存在していることも確認されました。こういった観測事実は、巨大衝突の後に月から揮発性物質が全て失われたとする従来の定説と矛盾するように見えます。しかし、大気のない月面には太陽風や微小隕石の衝突などによって常に宇宙空間から物質が降り注いでいます。こういった現象によって月面には外部から常に水が供給されるため、必ずしも巨大衝突説と矛盾するものではありません。しかし、月内部の深いところから来たと考えられる月隕石からも水が検出されており、巨大衝突説に対する疑念の声が高まっているのも事実です。このような状況で今年の5月6日にサイエンス・アドバンシーズに掲載された日本の月探査機かぐやの観測データが大きな衝撃を巻き起こしました。2007年から1年半にわたって月面から放出されたイオンのデータを大阪大学らのグループが解析したところ、想定を上回る量の炭素イオンが放出されていたことを発見したのです。このデータをどのように解釈すべきでしょうか。月には揮発性物質が存在しないとする従来の巨大衝突説と矛盾するデータとみなすのか、あるいは太陽風や微小隕石によって月面に供給された炭素であると解釈するのか。この論文のポイントは2つあります。太陽風や微小隕石は月面のあらゆる方向からおおむね均等に照射されます。そのため、もし太陽風や微小隕石によって炭素が供給されたのであれば、月面のあらゆる場所から均等に炭素が放出されることが期待されます。しかし、かぐやの観測データは月面からの炭素放出が均等ではなく、場所によって強いところと弱いところがあることを示していました。特に月の海、地質活動によって内部からマグマが噴出した場所で炭素の放出量が強いことが明らかになりました。もう一つのポイントは観測された炭素イオンの量です。かぐやで観測された炭素イオンの放出量は太陽風や微小隕石から供給される炭素量の推定値よりも2倍以上大きいことが分かったのです。これによってかぐやで観測された月面の炭素は外部から供給されたものではなく、月がもともと内部に保持していた炭素が現在も宇宙空間に流出しているものであることを示唆しています。それではこの論文によって巨大衝突説は覆るのでしょうか。残念ながら話はそんなに単純ではありません。月に関しては様々な観測事実があり、これら全てを最も整合的に説明できるのが巨大衝突説であり、今後も優位は揺るがないでしょう。しかしかぐやの観測データが従来の定説に大きな修正を迫るものであることは事実です。実際に最近では巨大衝突でも揮発性物質があまり欠乏しないような理論モデルも報告されています。今後、かぐやの論文が月の起源に対する考え方を一歩前進させる重要な役割を果たすことになっていくでしょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。